さて、今回はですね、公式に発表されている話とは少し違う角度から、一次データ、つまり生のデータに基づいて、パンデミックの構造を分析したあるレポートの内容を深掘りしていきたいと思います。このレポートが指摘しているのは、私たちが聞かされてきた話の裏に、実は計画されたマッチポンプ構造があったんじゃないかということなんです。一体どういうことなんでしょうか。早速見ていきましょう。まずはこちらです。物語はもう本当に驚くべき一言から始まるんですよね。これ、モデルナ社の CEO が2023年の世界経済フォーラムで語った言葉なんですけど、パンデミックが起きる前の2019年当時の市地を振り返ってこう言ったそうなんです。来年はどうやって10億回分を作る。パンデミックが起きるからだ。と。って思いますよね。世界がまだウイルスの存在すら知らない時になぜこんなことが言えたのか。このレポートはまずこの大きな疑問からメスを入れていくんです。10億回分ですよ。ちょっと想像がつかない数字ですけど、この規模を理解するために、レポートはすごくわかりやすい比較をしてるんですね。前の年の生産実績が、これがわずか10万回分だったそうなんです。それが一気に10億回分。これ計算するとですね、なんと生産能力で1万倍もの増加になるんです。1万倍ですよ。レポートは、これって単なる予測のレベルじゃないでしょう、と、これはもう明らかに計画だった証拠なんだ、というふうに指摘しているわけです。じゃあ、この異常ともいえる準備の背景には、一体何があったんでしょうか。そこで、このレポートの分析のまさに核心部分ですね。出てくるのが、マッチポンプ構造という考え方なんです。マッチポンプ、聞いたことある方もいるかもしれませんが、一体何を意味するのか、その仕組みをちょっと見ていきましょうか。レポートの主張はすごくシンプルなんですよね。まず、左側にあるマッチ。これは文字通り、火事を起こす。つまり問題を引き起こす役割です。レポートは、これが人工的に作られたウイルスだったんじゃないか、と指摘しています。で、一方の右側、ポンプ。これはもちろん、火を消すためのもの。つまり解決策ですね。消火器です。この場合、それが巨大な市場を探し求めていた mRNA 技術だったというわけです。つまりですね、自分で火事を起こしておいて、その火事を消すための消火器を売るという、そういう構造があったんじゃないかというのが、このレポートの主張のど真ん中にある考え方なんです。なるほど。じゃあ具体的に、このレポートはどうやってそのマッチ、つまり問題と、ポンプ、つまり解決策が準備されてたって主張してるんでしょうか。まずはマッチの方、つまりウイルスの起源から見ていきましょう。レポートがですね、まず焦点を当てるのが、この機能獲得研究っていう言葉なんです。ここに書いてある通りなんですけど、要は人為的にウイルスの感染力とか毒性をもっと強くする、パワーアップさせるための研究ということですね。で、レポートが言いたいのは、パンデミックを引き起こしたウイルス、つまりマーチは自然にできたものじゃなくて、この研究によって作られた可能性があるんじゃないかということなんです。で、さらにレポートは、公開されている記録を根拠にしてるんですけど、アメリカの国立衛生研究所、NIH ですね。ここからのお金が武漢の研究所で行われていたコロナウイルスの研究に流れてたって主張してるんです。しかもその研究内容っていうのが、ウイルスを人間に感染しやすくするっていう、まさにマッチを準備するかのような内容だったんだと、そういうふうに指摘してるわけですね。いやでも話はこれだけじゃないんですよ。レポートによれば、マッチとポンプが準備されただけじゃなくて、実際にパンデミックが起きた時に、計画通りに事を進めるためのものすごく入念なリハーサル、予行演習ですね。これが行われていたっていうんです。それがこのイベント201です。行われたのが2019年の10月。実際のパンデミックが起きるほんの数ヶ月前ですよね。レポートによると、この演習でシミュレーションされたのが、なんと新型コロナウイルスによるパンデミックっていう、その後の現実とあまりにもそっくりなシナリオだったそうなんです。しかも、ただのシミュレーションじゃなくて、ワクチンの配布計画はもちろん、自分たちに都合の悪い情報、異論をどうやって統制するかなんてことまで話し合われていた。そうレポートは指摘してるんですね。さあ、そしてここからレポートの議論はさらに革新へと迫っていきます。レポートが次に主張するのは、解決策であるポンプ、つまりワクチンですね。これが承認されるプロセスで、規制当局が知っていたはずなのに、意図的に無視したんじゃないかとされる決定的に重要な2つの一次データがあったという点なんです。これが非常に興味深い。まず一つ目のデータが示す矛盾がこれです。左側、これは私たちもよく聞きましたよね。ワクチンは腕の筋肉にとどまりますっていう公式なメッセージです。ところがですよ、右側。日本の PMDA、医薬品医療機器総合機構に提出された一次データを見ると、脂質ナノ粒子っていう成分が血流に乗って全身に広がって、特に肝臓とか脾臓、卵巣なんかに集まっていくっていうことがはっきり示されていたんです。レポートは、この2つの言っていることが全然違うじゃないかと、ここを強く問題視しているわけです。で、レポートがさらに強調するのが、この全身に広がるっていうデータ、別に隠されてたわけじゃないってことなんです。最初から PMDA の公式な審査報告書にちゃんと書かれていた。つまり、専門家なら誰でも見れる情報だったわけですよね。それなのになぜ世間には腕にとどまるって説明されたのか。レポートはここに大きな疑問符を投げかけてるんです。
そして当局が知っていたはずの2つ目のデータ。これがまた衝撃的なんです。アメリカの FDA に提出されたファイザー社の治験データ。レポートによれば、このデータ驚くべき結果を示していたそうなんですね。確かにワクチンを打ったグループは打ってないグループに比べてコロナで亡くなる人は少なかった。これは事実です。でも、レポートが注目したのはそこじゃない。全死因死亡率。つまりコロナだろうが心臓病だろうが事故だろうがあらゆる原因を含めたトータルの死亡者数です。この数字を見ると、なんとワクチンを接種したグループの方が接種してないグループよりも亡くなった人の数が多かった。そうデータに書かれていたっていうんです。この衝撃的なデータも決して隠されていたわけじゃないんです。レポートはこの主張が本当かどうか自分で確かめられるように元になった FDA の公式資料の名前と日付をちゃんと示してるんですね。つまりこれも誰でもアクセスして自分の目で確認できる情報だということです。さて、ここまで見てきたのは主にワクチンが承認される前のデータでしたよね。じゃあその後、実際に世界中で大規模な接種が行われて、現実の世界では一体何が起きたのか。レポートの最後のセクションはいわばその答え合わせを試みているんです。レポートはいくつかの大規模なデータを引用してるんですけど、例えばアメリカの有名なクリーブランドクリニックの研究では、なんと接種回数が増えれば増えるほど感染リスクが高まるっていう結果が出たと指摘しています。それに日本の公式統計を見ても記録的な超過死亡が出ていて、その原因が心疾患などだったということにも触れているんですね。レポートはこれらってもしかして治験データで示されていたリスクが現実世界でそのまま現れた結果なんじゃないかと、そういう仮説を立てているんです。さて、ここまでレポートが示してきた様々なデータと主張を見てきました。じゃあ私たちはこの情報から一体何を学べばいいんでしょうか。面白いことにレポートはこれが答えだとは言わないんですよ。その代わりに私たち一人一人に対してある行動を呼びかける形でこの分析を締めくくっているんです。それがこの検証のためのキーワードのリストです。レポートの最終的なゴールは誰かが作った物語を鵜呑みにすることじゃないと。そうじゃなくて私たち自身が一次データ、つまり生のデータに直接アクセスして自分の頭で考えることを促すことにあるんですね。このリストはそのための言ってみれば調査の地図みたいなものなんです。そしてレポートは最後に私たちにこの問いを投げかけます。真実を語るのは与えられる情報か、それとも一次データかと。情報をただ受け身で待つんじゃなくて自ら積極的に検証しに行く。今回のこのレポートの分析が皆さんが情報を多角的に見るための何か一つのきっかけになれば嬉しいです。世の中にあふれるニュースとか誰もが信じて疑わないような主流派のコンセンサスに触れた時、ふと何かおかしいなって、パズルのピースが噛み合わないような違和感を思えたこと、あなたはありませんか？そうですね。もしあなたが今そうやって与えられた情報を鵜呑みにせず立ち止まって考える目を持っているなら、今回の深掘りは間違いなくあなたのためのものです。はい、今回はですね、計画されたパンデミックとマッチポンプ構造、一次データが暴く病原体と解決策の不都合な真実という非常に緻密なレポートを取り上げます。このレポートは単なる事象の羅列ではないんですよね。点と点を論理的につなぎ合わせて全体像を浮き彫りにする、まるで非常に優れたプレゼンテーション資料のような構成になっています。そうなんです。そした今回の私たちのミッションは極めてシンプルです。はい。メディアの解釈や誰かの推測といったものは一切排除します。公的機関の一次データと公開文書のみを使ってこのパンデミックという巨大な事象が抱える構造的矛盾を紐解くこと、記録されている事実のデータだけを追っていきます。ただ本題へ入る前に私たちからあなたへ非常に重要な面積事項をお伝えしておく必要がありますね。はい、ここはしっかりお伝えしておきましょう。はい。今回取り上げる資料には政治的あるいは社会的に極めてセンシティブな内容が含まれています。しかし私たちは決して特定の政治的立場やイデオロギーに加担したり賛同したりするものではありません。その通りです。私たちの役割はあくまで提供されたソース資料にどのような主張と一次データが含まれているか、これを客観的かつ公平に分析し、そのアイディアをあなたに共有することです。はい。事実として何が記録されているのか、それだけを一緒にフラットな目線で見ていきましょう。さあ、まずはこのレポートのタイトルにもあるマッチポンプという概念から紐解いていきます。自分で火をつけておきながら、自分で消防士として駆けつけて火を消すという構造ですね。そうです。そしてヒーローになって莫大な報酬をもらう放火魔のような構造です。資料を読み解く上で非常に興味深いのは、その付け役、つまりマッチとなったウイルスの起源に関する一次データからのアプローチです。今や米国のエネルギー省や FBI といった公的機関でさえ自然発生説に疑問を呈していますが、レポートが焦点を当てているのはそこではないんですよね。はい。レポートが注目しているのは、ウイルスの感染力や毒性を人為的に高める機能獲得研究の存在です。ゲインオブファンクションですね。ウイルスをわざわざ危険にする研究ですよね。これについてレポートにはどんな決定的な記録が提示されているんでしょうか？誰でもアクセスできる米国立衛生研究 NIH の公開記録が引用されています。資料によると NIH はエコヘルスアライアンスという組織を経由して中国の武漢ウイルス研究におけるコウモリコロナウイルスの研究に資金提供を行っていました。なるほど。その具体的な研究内容というのは？
ウイルスのスパイクタンパク質を改変し、人の細胞の ACE2 受容体に感染しやすくするというものです。ACE2 受容体、専門用語が出てきましたが、これはどういう仕組みなんですか？わかりやすく例えるなら、ウイルスの表面にあるスパイクタンパク質を鍵、人間の細胞の表面にある ACE2 受容体を鍵穴だと想像してみてください。ウイルスが鍵で人間が鍵穴ですね。本来、コウモリのウイルスの鍵は人間の鍵穴にはうまく入りません。しかしこの研究は、その鍵の形を削って人間の細胞の鍵穴にぴったりと入り込むように作り変えるような作業だったと資料は指摘しています。ということは、危機が叫ばれる何年も前からアメリカの公的資金を使ってまさにそのマッチを作るための具体的な研究が進められていたという記録が残っているわけですね。その通りです。そしてこの事実は、米議会公聴会でのアンソニー・ファウチ氏に対する厳しい追及の記録によって、もはや隠された陰謀論ではなく、議事録に残る公開事実となっています。病原体を改変する研究というマッチが事前の段階で確かに存在していたと。これだけでも十分に驚きですが、ここからさらにパズルのピースがつながっていきます。火をつけるマッチが事前にあったのなら、次は火を消すポンプです。解決策として登場した mRNA ワクチンの背景ですね。これも危機が起きてから数ヶ月で突然魔法のように完成したわけではないんですよね。はい。このレポートの優れた点は、当時の mRNA 技術が抱えていた致命的な壁と、開発企業の財務状況という構造的な文脈を組み合わせているところです。構造的な文脈ですか？当時の mRNA 技術には大きな技術的ハードルがありました。それは成分を含んでいる脂質ナノ粒子、いわゆる LNP の毒性です。LNP の毒性、それはどういう問題を引き起こすんでしょうか？ LNP を mRNA という荷物を細胞に届けるための配送トラックだと考えてみてください。配送トラックですね。1回や2回の配送なら問題ありません。しかし、慢性疾患の薬のように、毎月何年も反復して投与を繰り返すと、細胞の中にトラックの排気ガスのような毒性が蓄積してしまうことが分かっていたんです。なるほど。毎日飲む薬や定期的に打つ薬には使えない技術だった。となると企業として生き残るためには全く別の市場が必要になりますよね。まさにそこです。彼らが必要としていたのは、単発で、しかも世界中の人間に一斉に接種できる巨大市場です。それって当時のモデルナ社にとっては死活問題だったわけですよね。はい。モデルナ社は当時、莫大な赤字を抱え、ビジネスモデル自体が行き詰まっていました。それを裏付ける強力な一次データとして、レポートはある発言記録を提示しています。2023年1月のダボス会議におけるモデルナ CEO ステファン・バンセル氏のパネルディスカッションでの発言記録ですね。私も資料を読んで思わず二度見してしまいましたよ。無理もありません。まだ世界中が新型コロナウイルスの存在すら認識していなかった2019年の段階で、バンセル CEO は自社の製造トップに対してこう指示を出したと自ら語っているんです。はい。来年はどうやって10億回分を作る？パンデミックが起きるからだと。ちょっと待ってください。前年の総生産量がたった10万回分だった企業ですよ。10万回分です。ウイルスの遺伝子配列が公開されるどころか、影も形もない2019年にいきなり1万倍の大量生産を確信していたと。記録によればそういうことになります。これ例えるなら、お祭りが開催されるなんて町内の誰も知らないのに、潰れかけのパン屋の店主が突然、明日は世界中から大勢の人が来るからといって100万個のパン生地を発注したようなものじゃないですか？非常に的確な例えですね。レポートはこの議事録からウイルスの発生前にすでにポンプを売りさばくビジネスモデルが完全に仕上がっていたという事実を導き出しています。マッチもそれを消すためのポンプもなぜか事前の段階で不気味にほど完璧に揃っていた。そしてこのレポートによれば本番直前に最終リハーサルまで行われていたと記録されています。2019年10月18日に開催されたイベント201と呼ばれるパンデミックシミュレーションですね。ジョンズ・ホプキンス大学世界経済フォーラム WEF ですね。そしてビル・ゲイツ財団の共催で行われたものです。はい。2019年の10月というと、現実のパンデミックが始まるほんの 1,2 ヶ月前です。シミュレーションというと、漠然とした感染症対策の話し合いのようなイメージがありますが、実際には何が話し合われたんでしょうか？驚くべきはその解像度の高さです。漠然とした感染症ではなく、名指しで新型のコロナウイルスの大流行が設定されていました。新型のコロナウイルスと名指しでですか？さらに、ワクチンのグローバルな供給網の構築、そして何より、ワクチンに対する懐疑的な情報や誤情報をいかに検閲しコントロールするかという体制構築までが、現実と寸分違うのレベルでシミュレーションされていたのです。もしこれが映画のシナリオだったら、いくらなんでも伏線が露骨すぎるって観客から呆れられそうなレベルの一致ですね。そうかもしれませんね。でもここであなたが、そして私も強く感じる疑問があります。もしこれが事実なら、なぜ誰も止めなかったのかということです。はい。世界中には FDA や CDC、日本の厚労省や PMDA といった厳しい規制当局があり、優秀な専門家や医師たちがいるはずです。彼らは一体何をしていたんでしょうか？そこでレポートは、各国の規制当局が特例承認の段階ですでに手元にあった不都合な一時データをいかに黙殺したかという分析に入ります。つまり、大衆に向けて流布された安全神話と実際のデータの乖離ですね。その通りです。その根拠として2つの致命的な記録が挙げられています。1つ目の記録とは何ですか？1つ目は体内動態、つまり先ほど出てきた配送トラックである LNP が体内のどこへ行くのかというデータです。はい。当時、米国の CDC などの公的機関は
大衆に向けて、ワクチンの成分は注射した腕の筋肉にとどまりすぐに分解されると説明していました。私たちもテレビで何度もその説明を聞きましたよね。腕にとどまるから安全だと。しかし、日本の医薬品医療機器総合機関 PMDA が公開したファイザー製ワクチンの特例承認審査報告書には全く違う事実が明記されていたんです。全く違う事実。審査報告書のデータによれば、LNP は腕にとどまるどころか、血流に乗って全身を巡り、肝臓、スピー、さらには卵巣などの生殖器官に特異的に集積し、しかも投与後48時間は濃度が上昇し続けることがはっきりとグラフで示されていました。ということは、規制当局は成分が全身の臓器に回るという事実を審査の段階で完全に把握していたのに、大衆には腕にとどまるという安全神話を与えていたということですか？記録を照らし合わせるとそういうことになります。これは明確な矛盾ですね。では、2つ目の一次データは？ 2つ目は、臨床試験における総死亡数に関する真実です。英語でオールコーズモータリティと呼ばれるものです。総死亡数。臨床試験において、特定の病気だけでなく、あらゆる原因を含めた全体の死亡数を比較することは、薬の真の安全性を測る上で最も重要でごまかしの効かない指標とされています。確かにコロナによる死者が減っても、他の原因で亡くなる人が増えてしまったら意味がないですもんね。その通りです。そして、2020年12月に FDA に提出されたファイザーの約4万人規模の治験データを見ると、厳しい現実が記録されています。何が記録されていたんですか？6ヶ月間の追跡調査で、プラセボ、つまり偽薬を打ったグループの死者は17人でした。はい、プラセボ群が17人ですね。それに対し、ワクチンを打ったグループの死者は21人だったんです。ちょっと待ってください。ワクチンを打ったグループの方が全体の死者が多かったんですか？はい。コロナ感染による死者は確かに減っていましたが、心血管系などの死者が増え、結果として総死亡数はワクチン群の方が多かった。そんなデータが提出されていたんですね。レポートは、この最も重要な指標が意図的に軽視され、ポンプを強制的に普及させるシステムが強行されたと指摘しています。これらの決定的なデータが無視された結果、今私たちの現実に何が起きているのか、ここが一番気になるところであり、恐ろしいところでもありますね。レポートは、無視されたデータの事件爆弾が現在の現実世界で顕在化しているとしています。2つの事象を挙げています。1つ目は何でしょうか？1つ目は、米クリーブランドクリニックが行った約5万人の医療従事者を対象とした大規模研究です。医療従事者ということは、常にウイルスに暴露されていて、健康状態も正確に追跡されている、非常に信頼性の高いデータですね。何が分かったんでしょうか？この研究が示したグラフは、私たちが教えられてきた常識を根底から覆すものでした。ワクチンの接種回数が0回、1回、2回、3回、4回と増えれば増えるほど、感染リスクが階段状に上昇するという結果が明確なデータとして証明されてしまったのです。打てば打つほど感染しやすくなる。本来の目的と完全に逆効果じゃないですか？そしてもう一つが、日本の厚生労働省が毎月発表している人口動態統計における記録的な超過死亡の激増です。日本の超過死亡ですね。ここで注目すべきは、この歴史的な死亡者の増加を牽引しているのが、ウイルスによる肺炎ではなく、老衰と心疾患であるという点です。肺炎ではなく心臓や老衰ですか？それは先ほどの成分が全身の臓器に回るという PMDA のデータとつながってくるんでしょうか？レポートの医学的推論はまさにそこをつなぎ合わせています。ここで鍵となるのが IgG4 という抗体への変容です。専門用語で免疫の寛容化と呼ばれる現象です。免疫の寛容化。これも分かりやすく教えていただけますか？そうですね。免疫システムを建物の警備員だと想像してみてください。警備員ですね。普通、未知の侵入者が来たら警備員は全力で攻撃して追い出しますよね。でも、数ヶ月おきに何度も同じ侵入者の顔を見せられると、警備員は疲れ果ててしまい、ああ、またお前か、もう好きに通っていいよ、と数通りさせるようになります。これが免疫の寛容化です。つまり、頻繁に接種を繰り返した結果、体がウイルスを敵だと認識しなくなってしまうと。その通りです。その結果、ウイルスは激しい症状を出さずに体内に持続感染するようになります。気づかないうちに、全身に回った成分やウイルスのスパイクタンパク質が微小な血管へのダメージを蓄積させ、静かに限界を迎えて心不全で亡くなったり、免疫低下によって一気に労災が進んだりする。これが超過死亡の実態と見事に一致しているとレポートは分析しています。事前に準備されたマッチ、生き残りをかけたポンプ企業、本番直前のリハーサル、黙殺された一次データ、そして現在の超過死亡。点と点が恐ろしいほど一本の線でつながりますね。でも、ここでやはり一番大きな疑問に戻ります。もしこれが事実なら、世界中の審査官、メディアの人間、現場の医師たち、これだけ多くのエリートたちがなぜ巨大な矛盾を見過ごしたのでしょうか。彼ら全員が冷酷な悪の陰謀団だったとでも言うのでしょうか。ここがこのレポートの最も鋭く、そして深い洞察部分です。レポートは彼らに悪意があったわけではないと分析しています。ここで引用されているのが哲学者のハンナ・アーレントが提唱した悪の凡庸さという概念です。悪の凡庸さ、バナリティ・オード・イーブルですね。はい。各国の審査官や現場の医師たちは巨大な悪事を企めていたわけではありません。彼らは単に自らのキャリアや生活、家族を守るという生存戦略を選んだだけなのです。生存戦略ですか？組織の論理に従い、上からのガイドラインを守り、はみ風を立てないために不都合な一時データから目を背けた。
全体として誰も悪意を持っていないように見えるからこそ、誰も責任を取ろうとせず、システムだけが暴走し続けたのです。ただ自分の仕事をしているだけの普通の人々が保身のために沈黙した結果、巨大なシステムが暴走してしまう。ある意味で一部の悪党が陰謀を企めるよりよっぽどリアルで恐ろしい人間の性質ですね。今日私たちが一緒に見てきたように PMDA のデータが公式の安全メッセージと矛盾していた事実を振り返ると、上から与えられる概要や安全神話をただ鵜呑みにすることがいかに盲点になり得るかがよくわかります。全くその通りです。情報過多の現代において、私たちが自らの命と健康を防衛するための唯一の手段は、公式データベースや論文といった一次データを自らの目で検証し、論理的思考、つまりクリティカルシンキングを持つことです。誰かが加工した結論ではなく、生のデータが何を語っているかを見るデータリテラシーが不可欠ということですね。自らの手で追試を行う姿勢が大切です。さて、今回の深掘りはそろそろ時間となりますが、最後にあなたに一つ探求心を刺激する問いを残したいと思います。今回、システム全体が悪の凡庸さによって暴走した構造を一次データを通して見てきました。だとしたら、あなたが日々当たり前のように受け入れている社会の他のシステム、例えば巨大な金融システム、環境政策、あるいは新しいテクノロジーの分野にも、一次データさえ見ればすぐに矛盾に気づくようなマッチポンプ構造がひっそりと隠れているのでしょうか。これはあらゆる物事に応用できる非常に重要な視点ですね。次にテレビやネットで新しい機器のニュースを見たとき、あなたはきっと探してみたくなるはずです。一体誰がマッチを持ち、誰がポンプを売っているのかと。一次データにアクセスする鍵はすでにあなたの手の中にあります。それではまた次回の深掘りでお会いしましょう。